た。北海道へ戻ったら小樽の淵に会いに行けるよ。Tanigaki 一直记得。鶴見中尉は話の通じない人間ではない。大丈夫だよ、走り場さん。娘を確保したらどこにかくまうんですか？スキサップ歩兵第25連隊の敷地内に戦前から使われていない倉庫がある。そこには連隊長でさえ把握してない地下室が存在する。そこならば我々が金塊を見つけられるまで数年かかったとしてもアシリパを隠し続けられるだろう。真的就是要囚禁了。天呐，终于真的要到这一步了。なるほど。よし、アシリパを駆逐艦へ。杉本と白石は明朝の連絡船に乗り、稚内で待機していろ。ちょっと待て、どうして一緒じゃないんだ？乗員定数の都合で全員。因为要把西帕送到那个仓库去。合流しないのか？私はどこへ連れて行かれる？後で教える。杉本と話して私をどこかに監禁する気か？ひとまず安全なところへ保護しなければ。杉本とはいつでも会える。父は土方歳三にだけ私の存在を伝えた。私を金塊探しに関わらせてアイヌのために使われるか見届けさせるためだ。その口からはっきりと聞きたい。鶴見中尉の考える未来にアイヌは存在しているのか？他当然会画大饼了，他最擅长了。我々の意志と行動にかかっている。アシリパにもぜひ協力してもらいたい。おい。白石真的很可愛。使われないのなら協力しない。そもそも金塊はアイヌのものだ。そもそも和人を殺すための軍資金だろうが。そのつもりで砂金を集めた一部のアイヌはみんな死んだ。全てのアイヌが戦いを望んでいるわけではない。使い道は今生きてるアイヌが選べる。お前が意志を受け継ぐさ。優しい嘘はどうした？あの父親に。他直接就是说出了他的心里话了呀。居田都惊呆了，不能杀人。杉本、私のことは私が決める。啊！アシリバ、何をしている？毒矢だ！かすっただけでも即死だぞ！扰乱他们。为什么李登是那个姿势？我真的服了。あの矢尻、毒がついてなかったろ。逃げる気だってすぐにピンときたぜ。コタンに帰ってチタタプして暮らすか、アイヌを守るために戦争するか、選ぶ道は一つじゃない。杉本、相棒ならこれから哦，他们的何かを一緒にしようって前向きなことが私は聞きたいんだ。说得好。俺たちだけで金塊を見つけよう。杉本、この中へ。白石，为什么会躲不开呀？こっちから出るぞ。逃げる先に当てがあるのか？ある。連絡船。故障してたのが今日出港になるんだ。絶対その船に乗る気だ。ここ通り抜けられるぞ。ああ、いたいた。
宇佐美超强的，但是山原也不弱。急げ、集まってくるぞ。いたぞ、こっちだ。いけいけ、もらう。逃げられんぞ、杉本。月岛，撃つな。アシリパに当たる。别这样啊，月岛。動くならシリパ。逃げればこうなることは分かっていたはずだ。何をやっている。近づくな、小糸少尉。哦，他的野兽模式开启。不死身の杉本だ。月岛也是很敏锐的，就去警告李登了。我天呐！小糸少尉殿、見せてください。下軍曹を追え。李登，你不能没有月島。抜かないでください。えけ、月島。私はいいから。李登也是有觉悟的。感情的になって突っ走るなと注意していたでしょう。昨日は素直に聞いてくれたのに。嘘でも心配したらどう。哦，我喜欢船までもう少しだ。那个对视，对李登也太残忍了。瓦西里，瓦西里到底是什么 NPC 啊？シリパちゃん、やっぱり思った通りだぜ。おい、待て。谷垣まで来るな。インカルマンは鶴見注意のところにいるんだろう。鶴見注意たちは裏を開始するはずだ。戻れないぞ。私がフチにまた会う夢を見たと伝えて、フチは信じて安心するかもしれないから、必ず会いに戻る。そう伝えて。達者でな、谷垣源次郎。阿西里帕知道对他重要的是什么。谷垣。谷垣一等卒。我也很期待他能跟祖母再一次相遇。お前、白石義武と一緒にいたな。どこへ行った。那指着反方向吗？町の方へ逃げるのが見えました。じゃあなんで追わねえんだ。走れ。谷垣一等卒。俺はマタギです。はあ？マタギの谷垣です。怎么能这么帅啊？もうすぐ出港するってよ。杉本。大丈夫だ。こんな傷じゃ俺の魂は抜けていかない。まだまだその時じゃない。どうしたズキンちゃん。やばい、一人こっちに来る。おーい、その船出港は待て。おーい、バーンやれ。お前なら狙击手。バ棒足だぞ。足を狙え。棒。真的准啊，根本不是脚。瓦西里，瓦西里到底为什么要帮他们啊？因为帮他们能找到尾行吗？难道？因为山原一定会找尾行的麻烦的吗？
我只能说不愧是，我就知道，不愧是贺建嘛，那是李登他爸爸。一切都不会这么简单啊！エンジンを乗せてる俺の船に向かって脅しでもいきなり砲撃してくる奴らの命令山原现在还是重伤呢。全速前進とはいえ向こうの方がずっと早いんだよね。すぐに追いつかれちまう。そうだ、あれを突っ切って向こうの海へ行けないか。時間を稼ぐんだ。ああ、砕氷船じゃねえんだぞ。流氷に突っ込んだら沈没しちまうだろう。いいから戦士はあの流氷の海に向けるんだ。俺を信じろ。艦長、連絡船が変身します。東へ逃げ続ける気です。行く手を阻め。帯が吹っ飛んで割れ目ができた。やった、読み通り。逃げた鼻っ面めがけて脅して。利用他们的炮来去开路。造形が深い。割れ目が塞がる前に逃げろや逃げろ。連絡船速力を上げました。前方に流氷です。奴らどうやって流氷の向こう側へ。さっき一定要这么贴贴吗？追いつかれるのも時間の問題か。よし、白石来い。何？白い布を集めるぞ。どうすんだ？阿西利帕一直都非常的思路清晰。動き始めました。回答してこちらに来ます。出てこい、杉本佐一。ラッキー降りたぞ。降りた？え？船内を探せ。どこかに隠したのか。隠すぎりなんてねえよ。あっちで停止した時、あいつら勝手に降りてったんだ。流氷の上を歩いて逃げてったんだよ。瓦西里好可爱啊！徒歩ならそんなに早く逃げられないはずなのに。私が流氷に降りて追跡します。いや、連絡船が停泊していた位置から200メートルの距離を狙撃した者が連中の中にいる。この流氷源では良い的にされるだろう。陸兵は全員連还是老练啊，贺建。から南下してオホーツク沿岸の集落を捜索する。はい。ゆっくりと話したいことがあったんだがな。やったぜ。他直接跟阿西利帕袒露心声了都。稚内まで連絡船で2時間の距離まで来てたから、なんとか歩いてたどり着けるだろう。鶴見中尉たちは船で先回りしてるはずだから、できるだけ遠回りして裏をかかないと。過酷だな。アシリパの親族を殺すと脅せばいいのでは。宇佐美、凶悪は相手が逃げる前にしないと成立しないぞ。分かってますよ。うるさいな。新聞で祖母の死亡広告を出すのはどうです？罪のないばあさんを見せしめで殺すなんて俺は反対ですね。本当に殺さなくても嘘の広告でいいじゃないですか。こちらの意図は伝わりますよ。あの娘に迷いがあって覚悟が決まっていないのならば脅迫に従うかもな。こうするしかなかった。鶴見中尉に金塊が渡れば
アイヌのためには使われない。そもそもアイヌが自分たちのために集めた砂金なのに。そうだろ杉本。だろうな。実は昨日の夜、白石や月島軍曹たちの会話をこっそり聞いてたんだとよ。ほとんど何の話か分かんなかったけどよ。鶴見中尉たちはアイヌの近海で政権転覆と満州進出まで視野に入れてるってのは分かった。北海道はほんの手始めらしいぜ。連中にとってアイヌ怎么可能会管阿伊努啊？しょうがない。第七師団にはアイヌの兵士もたくさんいた。同じ日本人として大国ロシアと戦った同胞だろって話だからな。正直俺はアシリパちゃんが引き渡されなくてざまあ見ろと思ったね。じゃなきゃキロちゃんが死んだのは何だったんだって。キロラン家西パはどうして戦争なんか行ったんだろうか。日本にできた家族をロシアから守るため。一度キロちゃんは俺にだけ話してくれたことがあったんだ。ウイルクが消えて極東民族独立の思いが宙ぶらりになった。せめて今自分にできるやり方で帝政ロシアと戦い続けよう。一人でも多くロシア人を殺してやろうって。戦争で殺し合って物事を解決するのはとても手っ取り早くて簡単なことだ。アシリパさんの選ぼうとしている道の方がはるかに困難な道なんだよ。アシリパさん、あの時キロラン家になんて言ったの？ひょっとして暗号を解く方法が分かったんじゃないのか？本当かよ。それは何だったの？それは。いや、アシリパさんに任せるよ。その時が来たら教えてくれ。そうだ。今はまだ言うべき時じゃない。杉本はとても優しい男だから、暗号の解読法まで知ったらやっぱりまた私を置いて一人で金塊を探しに行ってしまうだろう。魂が抜けるまで一人で戦って傷つくんだろう。暗号の解き方を教えないことで杉本は私から離れない。他就不会玉よけとなって放下他去自己冒险。私が強力な盾となる。そしていざとなれば、そう道理があれば私は杉本大地と一緒に。哦，他已经有了这个觉悟。どうした？あそこです。誰が軍服を脱がせた？あのね、男の人。連絡船はどこに止まってた？あの手だれだな。哦，是瓦西里哦。辺。どうして脱がせるの？だってもう使わないだろ。他怎么都追到这儿来了？だって自分がぶっ壊れるまで人を撃ちたやつだ。服も靴も荷物も。哦，猫妖，是的，山猫来了。卫星。みんな、北海道に戻ってきたぞ。啊，我真的好为山原感到高兴啊！就是有一个像阿西帕这样的人去为他着想，真的是有在为他担忧。情けなか。生き処理あいようか。他父亲能说这样的話真的很好。日露戦争のカラフト作戦で負傷して最近まで寝たきりでした。年老いた両親の張嘴就來是吧？船賃がありません。代わりと言ってはなんですが、ボーダラです。乗りなさい。卫星还是穿这身衣服最帅啊！
前2集阿西帕和山原还有这个立场上的一个错位，结果到了这一集马上就已经说通了，不愧是最棒的搭档吧。一直以来，应该说从第1季到第3季，就是山原他一直的态度就是我来背负这些罪，但是不想让阿西帕涉足于这种地狱当中。但是如今的他就是也退了一步吧，相信了阿西帕所说的，就是可选的路不止一条，就是他相信阿西帕会用，或者说是去找到更好的方式去就是达成他的目标，也就是去保护阿伊努。这也是更加相信并且承认，就是阿西帕他也是有自己的主见，他已经有了他的判断，有了他的觉悟了。我觉得有一小部分也会归功于上一季结尾白石去打醒山原嘛。这季阿西帕也已经做好了觉悟吧，他也说只要有足够的理由的时候，我会选择和山原一起踏入地狱。觉得这个其实就不仅单单的是之前我不杀人的这样子的一个态度，他知道这个杀人的代价，他知道这其中的不可逆性，他不会选择不去面对地狱，而是可能会有就是选择踏入地狱的时机。我觉得他们关系之间最大的转折就是在于不要说什么不许做，而是我们要一起去做。我觉得阿西帕能在如此危机的时刻非常混乱的现在正在逃跑的时候，也是思路非常清晰的跟山原讲出了自己的想法，真的是非常非常的佩服。但并不只是单单的保护者和被保护者，而是真正能够共同决策共同去承担后果的搭档。我觉得这种在冒险之中搭档的关系的升级，还是在黄金神威里面做的非常的细腻的。很多他们双方的思考各自的立场都是非常的有信服力的，所以呢当这一切促成了这一场升级的时候，不会让人觉得很奇怪或者说是很直给。当然了，也像是山原所说的，阿西帕会选择道路肯定会更加的复杂更加的困难，比起就是直接去杀人或者战争。不管是文化的保存、记忆的传承，这些其实都是有着就是很高的风险、很长期的事情，并且可能也不能保证成功吧。这集开头很有趣的点就是在于贺建他真的有一种摊牌一般的，就是直接说出了自己的心声，就是面对阿西帕的质问的时候，也没有再去做什么伪装，直接说那这份金子不也是你们用来屠杀和军人的费用吗？一部分是我觉得目标已经近在咫尺，我觉得贺建他可能觉得也无需伪装嘛，干脆就是直接撕掉面具去威慑你吧。当然了，一直以来贺建他其实他的底色是很癫狂的，他只不过善于这些伪装和包装罢了。尤其他又看到了阿西帕的眼睛，他也说就是毕竟你和你父亲的眼睛是一模一样的，然后想起了自己被击杀的妻儿，真的是触及到他内心深处了。有一种他一直藏得很好压抑很好的这种愤怒悲伤，那些极致的痛苦都完全冲破了理智的枷锁吧，所以也像他这个脑髓液疯狂的流一般。他的这些所有的野心之下是一直包含着分离不开的，就是他对于他妻儿死去的这种悔恨吧。他一直有着这一份非常私人的情绪、私人的创伤，他这一份仇恨也逐渐扭曲到了就是可能对于威鲁克相关的势力都会就是有所愤怒吧。甚至也看到就是贺建他这一份被戳中的创伤真的让他都没有再去伪装，在李登被刺中的时候也并没有投出一分一毫那种怜悯和痛心或者说是安慰吧。这对于李登来说也真的是很残酷的。一边是贺建去巴结着李登的爸爸，在那一边贴着一边追山原他们，另一边就是月岛在关心着李登，然后李登也还在就是自责自己非常的没用，这看得我还挺心疼的。白石也真的是一个很好的伙伴吧，就不仅就是体现在他去帮助阿西帕帮助山原，包括就是去维持他们3个人这个搭档关系非常的稳固吧。我也很欣慰他一直都还记得基鲁兰克和他说过的话吧，在之前的征程中他跟基鲁兰克也是非常紧密的吧，他也知道基鲁兰克是在为群体而战，
白石看似是一直在为着自己的不断的越狱或者说自己的生存而辗转，是当基鲁兰克说出这些话的时候，他都也一直记在心里。在威鲁克走后，就是远东的独立变得更加的缥缈了，但是基鲁兰克还在用自己的方式去对抗沙俄。我觉得这真的也让白石这个角色更加的厚重起来吧，还是有点舍不得塔尼嘎 K 现在脱离了就是山原他们这个小队吧。我相信他们肯定之后还会再重逢的，但是真的就是有责任感的男人太帅了。我也很期待他之后跟殷卡勒玛能再次相遇，说不定还能一起就是脱离鹤见吧。这期视频要结束啦，我们下次再见啦，拜拜。